1970年大阪万博のパビリオン以外と知られていない説。知らない。早い、ちえちゃん、早い。だって生まれてないもの。55年前だからね。今度ちえちゃんが万博行くから参考になればと思って。ねえ、黒。何？そもそも万博って何なの？大阪・関西万博は知ってる？4月13日から始まるお祭りだよね。まあ、似たようなものだね。万博は万国博覧会の略称で2以上の国が参加する報酬教育を主たる目的とする催し。むずい。だよね。要するにいろんな国がする文明と産業の展示会かな。せっかくだから1970年と2025年の万博を軽く比べてみるね。テーマは1970年が人類の進歩と調和、2025年が命輝く未来社会のデザイン。今というより未来のことを出す感じ。大きな目的が教育だからね。参加国数は1970年が77カ国、2025年が165カ国。倍増してるね。会場面積は1970年が約330ヘクタール、甲子園球場約86個分、2025年が約155ヘクタール、甲子園球場約39個分。こっちは半分以下だね。ちえちゃん、暗算早いね。いまいちわかりにくい。ハウステンボスが近いかな。目標来場者数は1970年が4500万人、当初は3000万人だったのは勢いがあったので情報修正。2025年が2820万人です。広さを考えたらギリギリ。どうかな。1970年は最終的に6421万8770人までいったよ。これを踏まえて早速見てみよう。 OK。 第10位、チェコスロバキア間1120万人。当時のテーマは人類が求めるより良き未来。ガラス状とされる建築物と多くのガラス作品が特徴。今回チェコ共和国、スロバキア共和国がそれぞれで参加。今回は2つ。チェコスロバキアは1993年に2つに分離したんだよ。第9位、オーストラリア間1155万4420人。当時のテーマは人類の進歩と調和に対するオーストラリアの貢献。大きな円形屋根を宙吊りにした展示館と映画、大地球儀、動く歩道等を展示。今回も参加。今回のテーマは太陽の大地へ。第8位、三菱未来館1155万6268人。当時のテーマは日本の自然と日本人の夢、通称動く建物の展示館と隠しスクリーンと新しい技術を駆使した演出。今回も参加。今回は命輝く地球を未来につなぐが基本コンセプト。第7位、日本館1163万2627人。当時のテーマは日本と日本人、高さ80メートルの塔とそれを囲む5つの円形建物、1から5号館で昔、今、明日をテーマにした展示。今回も参加。今回は命と命の間にがテーマ。結構低い。1970年は入場者の 97% 以上が日本人だったからかも。第6位、スイス館1260万人。当時のテーマは調和の中の多様性、巨大なデコレーションツリー、通称光の木や 1m28cm 角の12本の展示柱を利用した展示。今回も参加。今回は生命、地球、人間拡張がテーマ。第5位、アメリカンパーク1281万人。当時のテーマはアメリカの映像、13の建物と2つの会場からできた合同展示館。今回は合同展示型はなし。なし？今回は各参加者が個別に実施する形態が主流みたい。でも国内では関西パビリオンという共同型があるよ。第4位、エルサルバドル館1372万5000人。当時のテーマは火山の国、日本の友達、ハーフミラーガラス張りの外装の展示館、エルサルバドル国立博物館から文化財等を展示。今回は撤退し、参加なし。当初は参加を表明していたけど途中で取りやめ。前回上位だったのに。第3位、アメリカ館1650万人。当時のテーマはアメリカのイメージ、空気によって支えられた展示館。月の石が展示されていたことでも有名。
今回も参加。今回のテーマはアメリカのリーダーシップの紹介と没入型展示エリア。第2位、カナダ館2503万も1000人。当時のテーマは発見、通称鏡の殿堂と呼ばれる特徴的な展示館。6つの展示コーナーでカナダを紹介。今回も参加。今回のコンセプトは再生。第1、ソ連館2800万人。当時のテーマは人類と進歩と調和。巨大で鮮明な赤白の外観の展示と最高部109.5 メートル、長さ130メートル、幅70メートル、世界最初の社会主義国家の誕生の展示。今回は不参加。前回のトップ10を今回のものと比べると面白いかも。新しいものがいろいろ見れそうだね。黒、一ついい？何？全部のパビリオン見た人いるの？いるけど少数みたい。だよね。1位でも来場者全体からすると少ないし。じゃあ、すべてのパビリオン知っている前提の説、無理がない？そもそも全てのパビリオンを知っている人があまりいない。ちなみに科学技術が注目されますが、1970年の万博で有名になった食べ物も多くある。例えば缶コーヒー、ファーストフード、ブルガリアヨーグルトなど。